どうもこれです。僕は今宮古島に来ています。今日はこの後ろにあるホテルヒルトン沖縄宮古島リゾートに宿泊します。世界でもトップレベルの綺麗な海がある宮古島ですが、意外とグローバル世界規模の高級ホテルっていうのは多くなくて、2018年にマリオットのイラフスイラグジュアリーコレクションができましたが、それに続いてこのヒルトンが2023年6月最近オープンしたばかりということでやってきました。それでは早速中に行ってみましょう。はい、でここがホテルの入り口ですね。これヒルトンと大きな文字が書かれていて、この石造りの感じがいいですね。沖縄らしい。手前側がガーデンになっていてね、お花もあって、そして奥の方に大きな建物があります。やっぱりできたばかりなんで建物ピカピカですね。はい、では中に入っていきます。楽しみですね。こちらヒルトン沖縄宮古島リゾートは2023年6月18日に開業しました。現在はソフトオープンで、多分ソフトオープンっていうのは客室数を絞ってオープンしている段階だと思うんですけど、8月26日からグランドオープンになります。沖縄県宮古島の開発地域であるトゥリバー地区というところに位置していて、徒歩圏内ではないですが、宮古の市街地もかなり近い位置にあるので、交通の便はいいと言えると思いますね。ホテルからは美しい宮古ブルーの海やサンセット、伊良部大橋の全景を望むことができます。地上8階建てで、1階部分にはプールやスパやオールデイダイニングのレストラン、2階にはレセプションやロビーラウンジ、レストランがあって、3階から7階が客室フロア、最上階8階にはルーフトップバーもあります。客室数は329室と大きな規模のホテルで、うちエグゼクティブルームが56室、スイートルームが11室あります。そしてアクセスは宮古空港から車で約15分、下地島空港から約20分です。路線バスも乗り入れていて、車の所要時間のプラス5分程度だと思いますが、宮古空港からであれば直通のホテル専用の送迎バスもあります。もちろん宿泊者は無料で使うことができて、バスも新しくて中は快適な空間で、奥の方にはこんなラウンジスペースのような場所もあります。複数人で来た時は嬉しいですよね。で、目の前がホテルのエントランス部分。リゾート地らしい水盤と左右には沖縄らしくシーサーがお出迎えです。そしてここまっすぐ進んだ奥の方から光が見えてきてますけど、あそこからどんな景色が見えるのか楽しみですね。いやー、これは絶景だ。この水盤と一体化するかのように奥の方にプール、そしてそのさらに奥には青く輝く宮古ブルーの海と全長3540メートルの伊良部大橋が見えています。実はチェックインした時は曇り空だったんで、これは翌日の映像なんですけど、到着した瞬間から素晴らしい絶景が目に入ってきて、リゾート気分をより高めてくれます。で、こっちの右手側ですね。ここの扉に入っていくとレセプションがあります。うわー、この花柄のアイアン調の扉も特徴的でいいな。実際にはスタッフさんが中まで案内してくれたんですけど、ここのヒルトン宮古のスタッフさん、本当に爽やかな人たちが多くて、とっても気持ちのいい対応をしてくださる方ばっかりでしたね。レセプションの雰囲気は光がたくさん入ってきていて、白を基調としたリゾート地らしい明るい雰囲気、そして宮古ブルーを連想させるこの青をベースとしたオブジェも素晴らしいですね。リゾート感満載のレセプションです。このレセプションの壁面白いですよね。海の波や魚の鱗を連想させます。そしてロビーエリアの窓の向こう側にはテラスがあって、こんな感じでテラスに椅子やテーブルもあって、ここからもさっき見た伊良部大橋宮古ブルーの景色が見えています。ロビーにこうやって自転車があるので、レンタサイクルの貸し出しもやっています。ホームページ見るとタイムズカーシェアもあると書いてました。こんなヨガやサップのアクティビティもあります。レセプションの隣がこれ茶寮というロビーラウンジですね。入って右手奥の方にケーキやドリンクが置かれているエリアがありますが、後でちょっとあっちは行ってみますね。まずはロビーラウンジの雰囲気、結構奥行きがあって広々とした空間ですね。
このバーカウンターのペンダントライトもちょっとブルーに輝いてる感じがいいですね。まだ客室に入るまで時間があるんで、ちょっとここのロビーラウンジで軽食をいただこうかと思います。もちろんロビーラウンジからも宮古ブルーと伊良部大橋の景色が窓の向こう側に見えています。さっきのショーケースがあるところに来てみて、ケーキがね、これかなりいい感じ。レアチーズシークワーサーや紫モンブラン、黒糖スフレロールとか沖縄らしさ満載のケーキが並んでいて、これ全部食べたくなるわ。で、このホテル大きな売店はなかったんですけど、ここでソフトドリンクや地ビール、お酒などが販売されています。これはオリジナルシャーベットとアイス、ちょっと気になりますね。はい、じゃあ客室の準備ができるまでちょっとゆっくりしますが、ここのロビーラウンジでカジュアルなアラカルトメニュー、コーヒーや紅茶、ビール、ワイン、沖縄らしい魅力的なメニューが結構たくさんあるんで、気になる人は一時停止して見てみてください。これ宮古味噌を使ったハンバーガーですね。パンもしっかりした作りですよね。2800円。こういう軽食も楽しく気軽に利用できますね。はい、じゃあいただきます。これ中はお肉とベーコン、トマト、なんか揚げ物も入ってるな。美味しいですね。こんな感じでお肉もすごい厚みがあってね、いい感じでちょっと赤みも残っていて、お肉の風味が口に広がります。で、揚げ物はこれ多分オニオンフライですね。で、宮古味噌って書いてたんで、確かにね、ほんのりとこう味噌の甘みも一緒に広がっていきますね。パンのクオリティもなかなかいいんじゃないですかね。ふわふわで。ちなみにヒルトンは会員になるとこれレストランの利用料金 10% オフになるんでね、会員登録するだけだったら無料なんで絶対にした方がいいですよ。で、上級会員とかだと確か 25% オフとかになると思うんですけど、僕はマリオットのカードを持ってるんですけど、ちょっとヒルトンはねまだまだなんで平会員でございます。はい、じゃあチェックインが完了して客室に行きますが、レセプション横のここの通路入っていくとエレベーターがあります。他の棟もあってエレベーターここに4機あったので、そんなに待たされるってことはなかったですね。はい、客室の最上階フロア7階に来て、エレベーター出てまず目の前にクラブラウンジがあるんですよね。これはちょっと後で行ってみます。今回はせっかく宮古島に来たというところで奮発していい部屋を予約しました。エグゼクティブルームサンセットビューという客室タイプですね。ヒルトン宮古島の客室タイプはクラブフロア以外だとこんな感じで、デラックスルーム、デラックスオーシャンビュー、デラックスサンセットビュー、プレミアムルームとあります。あとはキングアクセシブルルームという、バリアフリーの客室ですかね。そういったものもあります。そして7階のフロアにクラブラウンジアクセス付きの客室、エグゼクティブルーム、そのオーシャンビュー、サンセットビュー、さらに上にスイートルーム、デラックススイート、キングプレミアムスイート、キングテラススイート、ツインプレシデンシャルスイートとあります。今回の客室、ここですね。726号室です。はい、じゃあお部屋入ります。カードキーですね。裏にヒルトンの各種ホテルのロゴがありますね。では、入ります。はい、オープン。まず入ったところ、ここに Do Not Disturb Makeup Room っていうスイッチがあって、まっすぐ、まずは進んでいきましょうかね。ここ、入ったところにツインベッドがあります。ここがエグゼクティブサンセットビュールーム。お部屋の大きさ自体は他のお部屋と同じ大きさだと思うんですけど、35平米かな。で、下のカーペットとか奥にある絵ですね。この水色でリゾート地のホテルという感じですね。はい。で、ベッドボードも、ちょっと左手は模様デザインがついていますし、このサイドの照明は若干この和のテイストが入っているような感じがしますよね。で、まずはこれですよね。皆さんが一番楽しみにしているのは、ここのバルコニーからの景色でございます。外に出てみましょう。バルコニーもすごい広々としてて、椅子とテーブルがあってね、クッションもついてるから座り心地良さそうだ。で、景色がこれです。いやー、いいじゃないですか。さっきまで完全に曇ってたけど、ちょっと光が照らされていて明るい雰囲気になってきましたね。このサンセットビュールームが目の前ズドンと
大きな伊良部大橋を望むことができるということですね。でその名の通り、こっちの方面に綺麗な日没サンセットを見ることができます。いやただ今日はねちょっとこんな感じで雲が厚いからサンセット見るのは難しいかな。まあでもここが全ての客室の中で一番眺望がいいっていうことで特別感がありますよね。右手にも客室がこんな感じで見えているけど、まあ同じこれがサンセットビューになるのかな。一応この右手の反対側が多分オーシャンビューになるのかな。こう伊良部大橋が見えない方のオーシャンビューで、今僕がいるここの裏側がシティビューになるんですかね。で海ビーチも見えてますし、下にはプールもこんな感じで、後でちょっと行くの楽しみですけどね、見えております。いやこの宮古ブルー最高ですね、景色。はい、じゃあもう一回客室に戻っていきましょうかね。客室の細かいところを見ましょう。ベッドサイドが、これね照明、ほらこれなんだろうな、これ糸みたいなのが貼られていますけどね。でスイッチがこの辺マスターキーとか、読書灯とか各種照明のスイッチやコンセントが USB や C ポートですね。最新式です、やっぱ新しいホテルは。でこれが時計とワイヤレスチャージになってますね。で下にこんな小さな引き出しがあったり、この辺クッション性があるんでこう背もたれにもなりますね。そしてこっちの左手に大きなテレビ、椅子、テーブルで、この辺にもコンセントや電源ポートとかがありますね。でこっち右手にあるのが、これがこれ水を入れる用の容器ですね。今 SDGs とかの関係で外資系のホテルはやっぱエコに力を入れてるみたいで、ペットボトルとかじゃなくて廊下にある水を自分で入れてくるタイプですね。でここにはコーヒー、ネスプレッソのコーヒー、たくさん種類があって選べるのがいいじゃないですか。でその下にティーとか煎茶とかが置かれています。そしてこれ左手、なんだこれ、ヤモリを見かけたら、ヤモリがね、ここは熱帯のエリアですから虫が出るのは当たり前ですけど、ヤモリは他の虫食べてくれるんでね。はい、でその下のここがセキュリティボックスね。セキュリティボックス、下はここが何も入ってない。長期滞在するときとか服入れれますね。でその右手、ここが右手冷蔵庫って冷蔵庫、何も入ってないんですね、冷蔵庫は。そして左手にこの中に食器があります。食器はこれのりたけが使われてますね。高級ホテルでよく置かれているやつで、その下に、グラス、栓抜きとかもあります。これもメーカーいいやつが使われてるのかな。でその下、ここに電子ケトルですね、ラッセルホブスのがあります。はい、そしてここにエアコンのコントローラーですね。モダンですごい使い勝手良さそうです。この辺にある飾り物もこの青いオブジェがいいですね。リゾート地にぴったり。そしてこっち側戻ってみましょうかね。右手に姿見がありますが、まず水回り行こうか。こっち側に洗面台ですね。洗面台は1つですね。下にタオルがあって、ここに大きな鏡です。そして拡大鏡がでこの辺は各種アメニティ揃ってますね。リッツ・カールトンとかもそうだったけども、完全にこれやっぱ外資系のホテルはミニボトルタイプはやめてますね。こんな感じで。でこの右奥はバースソルトが入ってますね。この入浴タイム楽しめそう。当たり前ですけどピッカピカですよ、できたばっかだから。で下はここ開けるとアメニティが各種揃ってますね。歯ブラシとか櫛とかシャワーキャップ、コットンセットでヘアドライヤー。ドライヤーはこれパナソニック製ですね。多分最新式のやつで黒でかっこいいですね。で左手、これは別に引き出しとかじゃないのか。これもタオルがかかってるだけだ。でこっち左手に扉があって、ここが開けるとトイレですね。トイレはすごいシンプルな形式ですね、至って。そして左手にバスタブがあります。バスタブもとっても広いですね。足をしっかり伸ばせそうな広さがあって、ハンドシャワーもレインシャワーも両方あります。バスソルトと一緒に体の疲れ癒せそうですね。そして最後出たところに、クローゼットですね。これがねなかなか良さそうだ。このミニバッグはプールとかに持っていけるやつで、これバスローブみたいですけど、これプールで着ていっていいやつですね。ヒルトンのロゴマークが入ってるけど、このフードもついていてすごく肌触りがいいんでね、プール入った後水もしっかり吸ってくれそうですし、いいですよね。高級ホテルでもダラダラと楽な服装で出かけられるのは。で下がこれが引き出しになってるのかな。開ける、これがナイトウェアですね。上下タイプのナイトウェアがあって、今日男2人だからこれ LL でよかったんだけど M サイズがあるな。
で下がここはランドリーサービスの意識が入ってますね。そして右手にアイロンかな。で左手、こっちの方がより大きい扉になっていて、ハンガー、そしてスリッパこんな感じ。結構スリッパこれ薄いですね。はい、じゃあ今日はこのお部屋で一泊します。いや素晴らしいですね。この伊良部大橋と宮古ブルーを望む景色。客室はシンプルではありますけど、リゾート地らしい雰囲気がしっかりと漂っていて、機能的で使いやすいんじゃないのかなと思います。でこの客室は今回2名1室8万円台で予約しました。予約が開始されてすぐに予約したんで、今の時期にしてはちょっと安めに取れたんですよね。今これから6月から8月にかけてハイシーズンで、今見てみるとこの客室はだいたい10万円しますからね。ただ10月以降のローシーズンになれば5万円前後で宿泊できる日もありますね。いろんな客室タイプがありますけど、最もリーズナブルな客室であればローシーズンは2万円台、1人当たり1万円台で宿泊することもできる日がありますね。ただやっぱハイシーズンとなると最もリーズナブルな客室でも4万円台、5万円台はします。でもせっかく宮古島まで来るんだったら、いつもよりちょっと奮発してラグジュアリーなリゾート体験を楽しみたいですよね。ヒルトンアメックスカードとかを作ると無料宿泊とかで泊まることができるでしょうから、僕はちょっと持ってないんであんまり紹介はできないんですけど、考えてみる価値はあるかなと思います。で今回エグゼクティブラウンジ利用なのでこんな感じ、クラブラウンジを利用することができて、この辺ですね、右手のカクテルタイムで軽食とかもいただけるみたいですね、お酒と。あと左手のこのリフレッシュタイムというのはソフトドリンクとスナックとかが置かれています。本来であれば朝食もこのクラブラウンジでいただけるとは思うんですけど、今はまだ準備が完了してないみたいで、なんとね、オールデイダイニングで代わりに朝食をいただくことが今できるみたいです。オールデイダイニングの方が品数は多いと思うんで、ラッキーといえばラッキーですね。あとはこんな各施設の営業時間とか説明が書かれた紙ももらいました。気になる人は見てみてください。いやーでもこれから真夏に突入していくから、さすがに暑いですね。沖縄はプール泳ぎたくなるので、この後行こうかな。はい、じゃあ早速7階のフロアにあるクラブラウンジがどんな感じか、中入ってみようかな。まず入ると左手からこっち側右手にかけて異なる種類の椅子やテーブルが並んでいて、それぞれの利用する時のニーズに応じて使うことができそうですね。でこっちの反対側にもラウンジスペース続いていて、こっち側にもテーブル椅子がずらーっと、コンセントもちゃんとついています。こう横長の空間になってるんですね。そしてこっち側にドリンクや軽食のコーナーがあります。イブニングカクテルの時間以外はソフトドリンクとスナック類のみ置かれています。ここにソフトドリンクですね、南国らしいフルーツジュースがたくさん並んでいます。でこっち側にはもちろんコーヒーや紅茶も準備されていますね。結構いろんな種類がある中から選ぶことができます。この瓶詰めにされているのがお菓子類ですね。沖縄ならではのお菓子とかも置かれていていい感じですね。でここにはナッツ類ですかね、置かれています。そしてラウンジからもこんな感じで素晴らしい、客室とはまた角度が違いますが、宮古ブルーと伊良部大橋の絶景を望めます。本当にどこにいてもこの景色を楽しむことができるっていうのが最高ですね。ではこれからプールに行って泳ごうと思いますが、ちょっとその前にここの2階のロビーラウンジのさらに奥の方にイタリアンレストランがあるみたいなんで見に行ってみます。これサンゴを連想させる可愛らしいオブジェも飾られていますけど、ここの廊下の突き当たりの方にレストランがありますね。右手イゾレッタというレストランです。でその手前側にここですね、ザ・テラスというエリアがあって、ここはレストランの外にあって完全にパブリックなスペースになってます。いや雰囲気がいいですね。これ周囲が本当に開放的で素敵なソファーが置かれていて、ここからも奥の方に伊良部大橋と海の景色を望めるということですね。風が気持ちよく吹きつけてきますよ。そしてイタリアンレストランのイゾレッタ、内装はこんな感じ。白を基調としたアクセントカラーのブルーがこれまたリゾート地らしい雰囲気ですね。
お店の中からも海を望むことができましたし、こんなテラス席もあります。伊良部大橋はっきり見えてますね。イタリアンはランチとディナーがあって、ランチが4000円、ディナーが1万2000円。いや、ランチお得感ありますね。で、アラカルトメニューもあって、前菜やパスタ、ピザなど、ちょっと小腹が空いたなという時でも利用勝手が良さそうです。ワインなどのアルコール類もこんな感じで揃っていますので、またこれも気になる人は一時停止をして見てみてください。で、最上階の7階に来てみました。ここがユナイというルーフトップバーですね。これお昼の撮影でまだ営業時間外なんでパラソルとかは閉じられてますけど、夕方からはね、この辺もライトアップされてかなりロマンティックでいい雰囲気になるんじゃないでしょうかね。もし時間があったらまたここでバーをちょっといただきましょうかね。そしてこのバーは最上階ルーフトップにあるんで、やっぱり眺望が素晴らしいですね。屋根もないので開放的な空気感で楽しめそうです。夜のバータイムを。なかなかルーフトップバーって日本少ないんでね、これは貴重ですよ。そして1階にはオールデイダイニングのアジュールというレストランがあります。オールデイダイニングで朝食会場にもなるので、広々とした空間ですね。テラス席もあって、時期によってはここも気持ちが良さそうです。ここがビュッフェエリアですね。料金は朝食とランチは両方とも3800円、ディナーが6000円と、最近にしてはリーズナブルな方だと思いますね。そしてなんとビュッフェ以外にもアラカルトメニューがありました。ここも小腹が空いた時など利用勝手抜群ですね。さあ、そしてプールやスパがあるエリアがこっちのずーっと奥に行ったところにあります。トゥリバースパフィットネスプールキッズクラブと書いていますね。まずプールに行く前に、ここの施設がスパですね。受付の隣にスパで使われるグッズ類が置かれています。スパルームはまずこれがシングルのお部屋になっていて、こんな感じでカップルやご夫婦で来た時は2人で受けられるお部屋もありました。これがスパのメニュー表で、泳ぎ疲れた体をここで癒すのもありですね。そして1階にはこんな場所もありました。キッズエリアですね。やっぱりリゾートホテルは子連れで来る方もたくさんいると思うんで、こういったエリアが充実しているっていうのも嬉しいんじゃないですか。フィットネス中入ったらこんな感じですね。左手にダンベルがあって、で右手ランニングマシンとか自転車とかで、こっちの左手に腕回りを鍛える器具も置かれています。反対側には右下お水、左手タオルも準備されていますね。で、フィットネスの近くにこんな感じでコインランドリーもありました。これありがたいですね。連泊とかする場合は。はい、でここが更衣室ですね。中左手入ると洗面台あって、これはコットンセットですね。で、こっちの奥の方に2つ、ここがシャワールームですね。はい、シャワールーム広々でちゃんとアメニティもありますし、ハンドシャワーとレインシャワーがついてます。そしてこっち側、水着乾かす機械もね、ちゃんとこうやって準備されていますし、こっちの左手にロッカーがあります。ロッカーも鍵付きなんで、ここで貴重品しっかり置いて海やプールに行けますね。そしてこっちの反対側、奥の方にドライヤーもセットされてます。こうやってロッカーとかシャワーとか洗面台しっかりあるんで、チェックインの前後でも快適に利用できるっていうのが嬉しいですよね。これ正面がトイレですね。じゃあプール行ってみましょうか。プールはインサイドプールが2つ、屋外プールが3つあって、まずここがインサイドプールですね。広々としたプールと両サイドにチェアがあって、雨天の時もしくは日焼けをしたくない場合はここで楽しめそうですね。奥の方に屋外プールが見えています。後で行ってみます。今見たプールが右手、そしてこっちの左手にもう一つのプール、これがキッズプールですね。とっても浅いプールなんで、小さなお子さんでも安心して楽しめそうです。ライフジャケットやビート板、浮き輪なども貸し出しされています。はい、で更衣室から右手出てきてシャワーがありますね。でここです。外にはプールがなんと3つあるんですけど、1つ目のプールがここ、右手のところがさっき言ったインサイド屋内プールなんですけど、ここのプールもとっても広々してますね。インサイドのプールよりもさらに広い空間になっていて、周りにはくつろげるチェアであったりガゼボもありますね。ただこの奥のガゼボは有料の予約席になってますね。3時間7000円でドリンクが1つついてくるとのことです。
水の深さは 1.2 メートルですね。ちょうどいいかな。でここの外の椅子はこんな感じ。これタオルとかクッション性があるものではないんですね。そしてもう一つこっち、これが、敷地内のど真ん中にあるプールですね。ここのプールがやっぱり一番広いな。この左手から右奥の方までずっと伸びていて、中にねこうリゾート地らしいお花が描かれているんですよね。いやー、このプールの雰囲気も素晴らしいですね。青々と広々とした空間が広がっていて、奥の方に南国らしい木も生い茂っていて、そして目の前ズドンと新しいヒルトンの建物、天気が良かったら上ね青空も広がっていると思うんで、そのコントラストが本当に綺麗だと思いますよ。いや、ここもちょっと小上がりになっているところに椅子があるのがいいですよね。軽く水を浴びながらも日光浴を楽しめますね。でここにも奥の方にちょっと良さげなソファーがあるんですけど、これもこんな感じで有料席になっているんですよね。さっきより若干安い3時間3500円になってます。この辺はちょっと下が透明になっていて作りが面白いな。なんか水族館みたいですけど、こうすると綺麗に写真とかが撮りやすいのかな。で今見てたのがこれ右手ファミリープールと大人用プールで、奥の方にもう一個キッズプールがあるんだな。キッズプールにはこうやってライフジャケットがあって、ここにもシャワーがあって、でこっちに広々としたプールですね。ここもでやっぱりキッズプールなんで浅くなってて 0.6 メートルっていう風に書いてます。そしてこっちの奥の方にはこんな水遊びをできる噴水のエリアもあるし、右手にはなんとウォータースライダーがあります。いや、これは子供は嬉しいでしょうね。大人でもちょっと遊びたくなるんですけど、残念ながら大人だけで利用することはこれはできません。プールサイドではこんな感じで軽食やドリンクを注文することもできます。そしてプールだけじゃなくって、こっち側出ていくとビーチに行くこともできるんですよね。歩いていくとありました宮古サンセットビーチ。ここからももちろん奥の方に伊良部大橋が綺麗に見えていますね。サンセットビーチというだけあって、ここから夜綺麗な日の入りの景色を望むのも良さそうですよね。はい、じゃあプール入ろうかな。ここがキッズプールで、向こう側の真ん中が良さげだったからあそこ入ろうかな。でこれお部屋から着てきたこれのおかげで快適に過ごせそう。はい、プール今入ってます。上見るとちょっと青空が出てきたな。さっき軽く雨が降ってきたから大丈夫かなって思ったんだけど、いやでも今日はやっぱもう暑いですし、水温もそこそこがあったかいんで、寒くて出たくなるってことないんで快適っすわ。この水辺のチェアがいい感じですよね。ここでちょっと泳ぎ疲れたら休んで、だらーんとこうやって空を眺めながら過ごすっていうのもいいですよ。いやプール気持ちいいですけどね。欲を言えばインフィニティプールとかがあればなお良かったですけどね。これ奥の方草とか柵があって海はちょっと見えないんですよね。あとはホテルの2階とか最上階とかね、あの辺にインフィニティプールは作れないもんなのかな。はい、プールで遊んで今だいたい6時ぐらいなんで、イブニングカクテルの時間帯、クラブラウンジどんなものがいただけるのか楽しみですね。
はい、取ってきました。いやー、結構それなりに種類があるので、これだけで夕食ってなるとちょっと物足りないかもしれないですけど、頑張ればお腹を膨らませることはできそうですね。で、お酒もね、この沖縄らしいオリオンのこれノンアルコールで、チーズがあるからね、赤ワインも入れちゃいました。そしてなんといってもこのクラブラウンジはここからこうやって伊良部大橋側の海の景色望めるんで、右手サンセットですね。どうかな、ちょっとでも見えるかな。はい、じゃあ今日は視聴者さんと一緒に宿泊しております。ありがとうございます。乾杯です。うまい。なんかちょっと甘いですか、オリオンビール飲みやすいですね。はい、いただきます。唐揚げ。この唐揚げとか王道のメニューはね、可もなく不可もなく美味しいですけど、この沖縄のメニューがあるっていうのがいいですよね。なんだっけ、ちょっと名前忘れたな。この魚ね、沖縄の魚、サーモンも。沖縄はあんまりお魚の味期待できないんですけど、特に臭みとかもなく全然美味しいんじゃないですかね。このリゾートホテルでクラブラウンジって、そういえば僕あんまり行ったことなかったんで、どうなんですかね。これイブニングカクテルでこれだけ品数がしっかり出るっていうのは悪くないなっていうふうには思いますけど、雰囲気もね、見ての通り本当に素晴らしいんで、お酒もワインが2種類ありましたし、でチーズがあるんでね、この赤ワインとか一緒に飲むといい感じ。いいですよね。やっぱりカクテルタイムといえばこのお酒に合うつまみとお酒ですからね。サンセットを眺めながらと行きたいところなんですけど、まだちょっとねオレンジ色にはなっていません。いやでもクラブラウンジがあるとね、お食事結構お腹膨らますことできるから、この後迷いますね。どうしようかな。コース料理にしようか、アラカルトにしようか、ビュッフェにしようか。はい、今客室に戻ってきたんですけど、これ素晴らしくないですか。さっきクラブラウンジがこっちの右手だったんで、あそこからだとね、こう右端にしか太陽が見えなかったんだけど、客室さすがサンセットビュールームっていうだけあって、ここからが一番綺麗に夕日を望めますよ。なんで夕日をしっかり楽しみたいって人はね、絶対このサンセットビュールームがいいと思います。いやでも本当に運がいいな。これ空見上げてみると青空もところどころに見えていますし、ここのちょうど沈むところが雲がねはけてるので、これ一番大事なところのサンセットだけしっかりと望むことができそうです。いやこれ沈んだ後のマジックアワーの景色も楽しみだわ。Wish it lasted forever, but it faded. 結局ディナーはオールデイダイニングでビュッフェをいただくことにしました。どんなお料理の内容か見ていきましょう。
はい、ビュッフェこんな感じで取ってきました。手前側お寿司、お魚、この辺天ぷらとかね、お肉類、こっちには焼きたてのステーキですね。美味しそうなんで2切れもいただいちゃいました。はい、そしてこっちも作りたての、これがペペロンチーノソースっていう風に今日は言ってましたね。あとは生ハムやこの辺ちまきであったりサラダであったり、品数盛りだくさんで沖縄っぽいものも置いてあっていい感じじゃないですか。はい、じゃあまずはもうこれ食べないとね。せっかく焼きたてで提供してくれたんだから、ステーキをいきなりメインディッシュからいっちゃいます。うまそうこれ。ステーキ美味しいですね。柔らかくてちゃんとお肉のうまみ風味が出てて、これ表面がしっかり香ばしく焼き上げられていますけど、中は赤身の風味がねちゃんと味わえる感じで。ちなみにね、今日インスタグラムで美味しいお肉のお店を発信してる方と一緒に来てるんですよ。インスタグラムの名前何でしたっけ？肉スタシーユーザー。肉スタシーユーザー。はい。肉スタシーユーザーっていう風に検索すると出てきます。いや、もう肉通の人からしたらどうですかこの。いやめちゃくちゃ肉スタシーですね。肉スタシー。それどういうあれなんですか、その肉スタシー。いやめっちゃうまい肉っていう。めっちゃうまい肉のことを肉スタシー。肉スタシー。ヒルトンは質が高いみたいですね。いやそうですね。ヒルトンのビーフがうまいです。はい。その方も言うんで間違いないです。はい。はい、じゃあお寿司も行きましょう。サーモンです。お寿司も美味しいですね。シャリが普通に美味しいし、お魚もね臭みとか全くない。美味しい。マグロはどうかな。マグロは品質の差が出ますからね。甘くて口の中でしっかりとろけていって美味しいわ。お寿司もこれ食べ放題っていうのはなかなかいいですね。ハムもいっちゃいましょうね。これは機械でこう切ったばかりのやつなんで、これも美味しいのかな。いやー、生ハムとチーズがあるからこれワイン飲みたくなるわ。はい、でこれドリンクコーナーにあったんですけど、ピシソワーズっていう、夏にいいですよって。フレンチですよね。これあんま飲んだことないわ。じゃがいもの冷製ポタージュなんですね。しっかりお芋の風味がしますね。ちょっとこうつぶつぶっぽい食感もあります今の。ビュッフェのクオリティ総合的にやっぱ高いんですね。ヒルトンはうまいわ。いやー美味しかった。最後はデザートまで贅沢にいただいちゃいます。これシークワーサーと黒糖のシャーベットとかね、この宮古ブルーとか沖縄感満載のデザートです。はい、で食後バーで一杯やろうかなって思ったんですけど、こんな感じでね空いてないんですよね今日。なんでだろうか。天候が曇りだったからかまだオープンしてないのかな。ちょっと後でスタッフさんに聞こうと思うんですけど、ただ雰囲気だけは皆さんにお届けしとこうと思います。こんな感じで最上階なんで、お昼はお届けしましたけど、夜もこうやってよりロマンチックな光景が広がっていますね。プールのライトアップがいい感じですね。夕方だったらサンセットも望めますと。いやでもカメラだとなかなか映らないですけど、上見上げたら雲のないところはやっぱ星空とかしっかり綺麗に見えていますよ。本当はこういう雰囲気になってると思うんですけどね、この辺がバーで。でここねちょっとスペースあるから、ここにインフィニティプールとかあったら最高だと思うんだけどな。シンガポールのマリーナベイサンジみたいにね、バーもあるしプールもあるし、ここはサンセットも望めますからね。ちなみにルームサービスがこんな感じで、今左上ディナーしかやってないんですね。どうなんだろうな。グランドオープンしたら朝食とかもあるのかな。でディナーのメニューが前菜サラダとありまして、次のページこれがコンポットミルとメイン。結構沖縄っぽいソーキそばとかアグーカツサンドとかありますね。一番下の黒毛和牛フィレのグリルとすごい値段しますね。16,400円。でもメインディッシュ全部これ美味しそうだから、全然お部屋でも楽しめそうですね。最後のページデザートまであります。はい、あとドリンクはこれがビールやカクテル、ワイン、シャンパン、ソフトドリンクと、気になる人は止めて見てみてくださいね。リゾートホテルは子連れの方多いと思うんで、お子様用のものもあります。よし、じゃあお腹を満たしたところでお風呂タイム行きましょうかね。でこれ蛇口がどうやって出すんだ。外資系だとねこれなかなか入れれないっていうのがあるあるなんですけど、これ温度、これかボタン、おすごい、ボタンを押したら一気に出てきましたね。これは便利だ。やっぱ最新式のホテルはこの辺利便性高いですね。
朝になりまして、今日の天気はこんな感じで青空が広がっております。やっぱり昨日の曇りの景色と全然違いますね。海がより綺麗に青々と輝いているのがわかります。やっぱり沖縄に来たら晴れの景色をできることなら望みたいと思いますね。これ見たら素晴らしいですね。本当にこの晴れの景色はずっと見ていたくなる絶景ですね。この伊良部大橋も含めて。はい、ではこれから朝食ビュッフェの方に行ってきます。なんか失敗してね。裏面はちゃんとできてるんだけど。こうで、こうななるほど。でも取れましたね。こんな感じ。取れました。はい。はい、朝食はこんな感じで取ってきました。めちゃくちゃいい感じじゃないですか。なんかディナーとかランチ、まあディナーも良かったけどステーキとかあったから、それよりも朝食の方が満足度が高そうな感じはしますけどね。真ん中これ完全に沖縄らしくないですか。ゴーヤチャンプルー、そして宮古牛バーガーで、これジーマミ豆腐ですね。あとはこっちの海ぶどうが乗ったマグロ丼に宮古そば、そして手作りのこのワッフルも
良さげですよね。このソースがたくさん選択肢があるのがね、何気にこれ全部美味しいですからね。なんかホテル日光アリビラに泊まった時もこれあったような気がするんですよ。でスタッフさんに聞いたところ、これヒルトンの上級会員だとスムージーとか、あとは卵料理でパンケーキとかフレンチトーストとかオーダーできるみたいですね。はい、じゃあいただきます。朝の一杯はこれシークワーサージュース。お、すっごいしっかりこれ酸味がありますね。 100% ジュースかな。はい、じゃあお魚いきます。マグロ、海ぶどう。美味しいですね。なんかこのお魚系は昨日の残り物で生臭さとか残ってたりすること朝食だとあるんですけど、全然そんなことなくて美味しいマグロ丼。ちなみにカツオです。え今日はカツオだよって言ってましカツオですか？た。カツオなんですよ。何ですか？マグロ丼って書いてあるんですけど、今日はカツオですってカツオらしいです。なんかあれっていう感じはしたんですけど、沖縄でカツオ食べれるんですね。そうですね。普通にうまい。はい、じゃあ宮古牛バーガーこれ食べてみましょうかね。昨日ねランチチラ見したんですけど、ランチの時もこれありましたね。でおすすめですよって言われたんで、あれもちっちゃくて食べやすくていいな。いやこれめっちゃうまいわ。中お肉見てわかるかな、すっごいぎっしり入ってるからお肉の旨味ちゃんとする。朝食でこのクオリティのお肉食べれるっていうのはなかなかいいと思いますね。いやどうですか、お肉の専門家のインスタグラマーのユーザーさん、これいやもう完全に肉スタシ。肉スタシ、はい肉スタシモーニング肉スタシ。モーニング肉スタシですね。はい、ということでおすすめです。よし、じゃあ焼きたてのワッフルも食べようかな。宮古の雪塩のホイップクリームとかもあるからね、それもつけてみます。外サクサクで中がしっかりふわふわで美味しいですね。やっぱ焼きたてだとこの雪塩がねいいアクセントになってますね。このいちごソースとかホイップクリーム生地もちょっと甘みがあるんで、そこにこう軽く塩味が加わることでね中和される感じでうまい。これもいや最近行ったホテルのビュッフェの中でもかなり満足度が高いですね、このヒルトン宮古。これだけ質がいいとちょっとクラブラウンジもねこう営業開始した時の朝食気になりますね。どんな感じなのか。ヒルトンの上級会員だったらこれ朝食無料なんですけど、そうじゃなくてもねこれは有料でも食べる価値あると思います。はい、チェックアウトしたんですが、チェックアウト後もプールは利用することができるので、帰りのフライトが夕方だったということで、最後までヒルトン宮古島を満喫していました。でもね、せっかく宮古島に来たんだったら、より宮古ブルーを堪能できる観光スポットへも出かけたいところです。ということで、最後に今回僕が訪れた絶景観光スポットの映像をお届けします。どうぞ。